こんにちは、グリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドファンダからバッドファンダ、チャートなどをまとめて見ていきたいと思います。まず ETF 関連から見ていきますと、ステートストリートが Galaxy デジタルと共同で新たな暗号通貨 ETF3 つを提供することを発表しています。Galaxy デジタルアセットエコシステム ETF、DECO、Galaxy Hedged デジタルアセットエコシステム ETF、HECO、Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF、TEKX の3つとなっています。DECO は主に仮想通貨関連の ETF と先物関連の ETF、HECO はそこにカバードコールオプションやプロテクトプットオプションなどが組み込まれたボラティリティを反映する ETF と、TEKX はブロックチェーンや AI など次世代の技術に取り組んでいる企業の株価が反映される ETF となっています。ステートストリートはデジタル資産とブロックチェーン技術は今後10年間で金融市場と経済を変革する力を持っており、この変革的技術への貢献により多くの企業が成長し反映するだろうと声明を出しています。ステートストリートは資産運用会社としてはこれまで仮想通貨業界で話題になってたですね、ブラックロック、バンガード、フィデリティに次ぐ大手となってまして、今回の動向が注目されています。いつも取り上げている ETF 動向にも今後絡んできそうですね。あと昨日の米国の ETF のフローに関しては全体でプラス 1.1 億ドルの純流入となっています。フィデリティやグレースケールのミニトラストから流入が目立ちますね。イーサもグレースケールからの流出がなくですね、全体でプラスとなってます。ただそれほど大きい流入があるわけでもなくですね、かろうじてプラスといった状況ですね。一方香港の方はいつも通りビットコインイーサともにゼロとなってます。あとオンチェーンの方ではステーブルコインの取引量が過去最高を更新したのが注目されてます。これまでの過去最高は今年4月の 1.18 兆ドルだったんですが、先月8月の取引量は1.46 兆ドルに到達してまして、過去最高となってます。DeFi の需要が増したことが要因とされてますね。ステーブルの総発行枚数もたびたび注目されてますけども、この取引量の増加も市場を押し上げる要因とされてますんで、注目されてます。前回この取引量が過去最高を更新した4月はですね、ビットコインの価格的には3月に AT 値を更新した後のことなんで、若干のズレがありますけども、今回もアノマリーが成立するのか注目ですね。ただ DeFi 市場は イーテナの TVL が大幅に減少しているのが話題になっています。ピークの36億ドルから現在では26億ドルほどになってまして、約10億ドルほど減となってますね。利回り低下による資金抜けとされています。ただこれは前回エーゲンレアも取り上げましたけども、一時流行ったステーキングプロトコルはですね、大体同じようなグラフになってるんで、イーテナに限ったことではないのかなと、個人的には思いますね。仮想通貨市場全体の盛り上がりに関わると言われている DeFi が今後盛り返すのか注目ですね。あと市場に影響あるところでは、本日日本時間10時に注目されていたテレビ討論会がスタートしました。で、この時間帯にビットコインも落ちた展開となってますね。で、仮想通貨民としては、ビットコインに対して何か言及があるんじゃないかという期待が少しあったんじゃないかなと思うんですけども、内容としては世界情勢とか、イラン・イスラエル戦争の件とかですね、今までの米政府の動きが主にピックアップされてたのかなと思います。で、トランプの主張としてはですね、自分が大統領だった時は、戦争での犠牲者も出してないし、経済も発展させたと。ところがバイデン政権は犠牲者も多くいて、経済もボロボロ。で、その間ハリスあなたは何してたんだみたいな話ですね。で、一方ハリスの主張としては、私が大統領になったら、戦争自体を止めて犠牲者を出さないよと。私はこれまでバイデン大統領の側近として世界を飛び回ってきたけども、トランプあなたは世界から笑い物にされてて相手にされてないわよみたいなね、表現をしてたように私は捉えられました。あとバイデン VS トランプから言われてた候補者の高齢化問題ですね。そのバイデン VS トランプの時はですね、バイデンがなかなか言葉が出てこずに、詰まってしまって、討論の内容以前にバイデンはもう年老いててダメだと。で、今回のトランプ VS ハリスもですね、トランプの方が高齢だから、ハリスが有利なんじゃないかみたいに言われてましたけども、実際討論してた様子を見るとですね、むしろトランプが毎回自分のターンになったら、時間オーバーするまでずっと喋り続けて、司会者に止められるっていうケースがよく見受けられまして、逆にハリスは聞かれたら冷静に答える、そんな印象がありましたね。なので、両者対局。で、一見パワフルなアメリカ国民は、トランプを支持するんじゃないかなとも思われるかもしれないですけど、傍から見てるとですね、毎回喋りまくって、司会者に制止される子供のようなトランプと、冷静に対応する大人なハリスっていう感じに移ってですね、今回の討論会だけの好感度としては、ハリスが勝ったんじゃないかなと思いましたね。なので討論会の
事前予想通りの結果となったんですかね。で、大統領選の勝利者予測もですね、ここ数日トランプがリードしてましたけども、このテレビ討論会を機にですね、またイーブンとなってますね。一旦大きなイベントはこれで終わりとなりましたけども、大統領選の今後の行方も引き続き注目ですね。ビットコインの価格は現在56,800ドルあたりを推移しております。昨日発表された注目指標の方では、ILO 失業率が予想の 4.1% に対して結果が 4.1% と、予想通りの結果となっているんですが、雇用統計の失業保険申請件数が前回 10.23 万件に対して結果が 2.37 万件と、ポンド上昇要因となっています。ただ他市場にはそれほど影響なくですね、米市場は金利が下がって各指数が少し反発した状態で平常となってますね。で、本日日本時間10時ですね、先ほど取り上げたテレビ討論会が始まったタイミングで、ビットコインが一時的に落ちた展開になってます。米国債金利は 3.629 を推移しておりまして、ナスダックが 18,829、S&P 500が 5,480、ダウ平均が 4736、キングゴールドが 2,517 ドル、日経平均が 35,867 円、ドル円が 141.72 円となっております。個別株の方では、コアサイエンティフィックの CEO がバーンスタインとのインタビューで AI データセンター関連の契約で今後数年で評価額300億ドル規模の企業を目指すと発言したことが話題になっています。コアサイエンティフィックは最近コアウェブとの提携などで株価も上がりましたけども、今後も続伸となるのか注目となっています。あとこれは昨日の日本時間ですね、日本のメタプラネットが200万ドル相当のビットコインを追加購入したことを発表しています。38.4BTC 買いました。総保有量は 398.8BTC となっています。最近はこのビットコインの保管サービス利用のために SBIVC トレードとの提携も発表しましたけども、話題が絶えないですね。未だ1000円台キープとなってますが、ここからさらに反転できるのか注目ですね。ビットコインの先物の方では、OI は全体でプラス 0.60%、額としては298億ドル相当、比率としては全体ではショートが 51.23%、マイナスミはロングが 62.23% と下寄りになっています。今後の指標としては、本日9月11日に米 CPI、9月12日に ECB 政策金利、米 PPI8 月、米新規失業保険申請件数、9月13日に米ミシガン大学消費者信頼感指数などが控えております。他アナリストの見解ではですね、米大統領選や FRB の利下げなど、マクロ経済の不確実性が解消されれば、仮想通貨市場は大幅に上昇するんじゃないかとかですね、先物の30日平均の資金調達率がマイナス水準に達していることから底値が近いんじゃないかというですね、ケース3の見解が注目されてますね。で、世間的に注目されているのは、来週に控えた FOMC だと思いますけども、直近ではテレビ討論会も終わりましたんで、本日の米 CPI、そして明日の ECB 政策金利ですかね。その結果次第でまた FRB の利下げがどの程度になるのかという指標になると思います。チャートだけ見たら何度か耐えてる54,000で反発しつつもですね、58,000の攻防に戻れてない形となっています。連日お伝えしている通りですね、その ETF は回復してますけども、仮想通貨市場が単体で強くなる要因がほぼないんで、これも指標次第になるのかなと思いますね。で、米 CPI は本日日本時間9時半に予定されてますんで、その時間帯にどちらに動くのか注目ですね。あとはイーサーですね。イーサーの価格は現在2340ドル、BTC 建ては 0.0413 と、昨日とほぼ変わらない水準となっています。先物の方では、OI は全体でマイナス 1.21%、額としては103億ドル相当、比率としては全体ではショートが 51.46%、マイナス目はロングが 71.4% と下寄りになっています。ETF の動価はかろうじてプラスになってますけども、ほとんど動きがない状態です。で、先ほどイーテナからの資金抜けが目立つ件を取り上げましたけども、他のアブとかはトークンも上がってて好調なんで、そこはあんまり気にしなくていいのかなと思いましたね。ただ連日のオンチェーン状況とか総合的に見るとですね、まだ比較的強くなれる状況ではないのかなと個人的には思います。チャートだけ見たら8月5日の2100手前で反発してますけども、完全に反転しているようには見えない形ですね。ドル当てでは2600あたり、BTC 建てでは 0.042 あたりを超えてこないと、チャートでのトレンドとは言えないのかなと思います。今後イーサに逆転があるのか注目ですね。あと、ここからその他の動向になります。米国の金融テクノロジー企業と呼ばれている T0 が SEC とフィンラから
デジタル資産証券保管ライセンスの承認を得てます。プロメシウム以降2社目の承認ということで注目されてますね。T0 はですね、規制当局から承認されているわずか2社のうちの1社として、米国における規制改革の最前線に立っていますと、我々はデジタル資産業界全体を代表して、従来の金融資産と現実世界の資産の幅広い範囲にわたってイノベーションをどのように生み出すことができるかを示していくと、我々は規制に準拠したデジタル資産のために前進していくと声明を出しています。このチャンネルではたびたび SEC とプロメシウムの動向を取り上げてまして、SEC から唯一認可を受けているプロメシウムがどういう動きをしているのかと、またそれが今後仮想通貨市場にどういう影響を与える可能性があるのかというのを話したりしてますけども、今後はね、この T0 の動きも SEC 参加としてまた注目されそうですね。で、現時点では承認されただけで T0 自体に動きはないみたいですけども、今後の動きに注目したいですね。あとはノースカロライナ州の議会が CBDC 反対法案を可決してます。7月に州知事が拒否権を発動してましたけども、今回州議会の上院で27対17で可決となってます。で、以前までは米下院での CBDC 反対法案可決などが話題になってましたけども、州ごとでも反対運動が進んでますね。トランプ候補も CBDC 阻止の公約を掲げてますけども、こちらも仮想通貨民の思惑通りとなるのか、今後の進捗に注目ですね。あとその他の動向では、ナイジェリアの SEC が無認可の暗号通貨事業者に対して強制措置執行を予定していること、サウジアラビアが33億ドル規模のスポーツ複合施設にアスリート用のデジタル ID プラットフォームを導入すること、オンチェーン分析プラットフォームのナンセンがステークウィズアースを買収、自社のプラットフォームから直接ステーキングできるサービスの計画を発表したりしてますね。あとアルト関連では ENS がペイパルとベンモとの統合を発表してまして、ペイパルとベンモのプラットフォームで ENS を入力するだけで送金できるようになると。あとオアシスが韓国の SK プラネットと提携を発表してまして、SK プラネットの会員プラットフォーム、OK キャッシュバッグが抱える2800万人の会員と7万5000の提携店舗にオアシスがアクセスすると、また SK プラネットがオアシスのバリデータに参加することも発表してます。あとアービトラムがパクソスとの提携を発表してますね。アービトラムチェーン上での RWA 化推進が主な目的とされてます。それぞれのファンダでタイムラグがあるんで、比較しづらいですけども、現時点でプラスになってるのは ENS ですかね。ENS の価格は現在 17.2 ドル、BTC 建てはプラス 2.8%、時価総額は119位ですね。日足でも底あたりとなってますが、ここから反転できるのか注目ですね。あとその他リリース、資金調達関連では、Web3 ゲーム、キャスタイル開発のナイトロラブが800万ドル調達、分散型オラクル系のブロックセンスが400万ドル調達、Web3OS のファンテインが350万ドル調達を発表しています。これらの今後の進捗にも注目ですね。今日はこのところですが何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。良ければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。